こんにちは、粟田洋介です。この後ろに飾ってある私の作品についてコメントをいただいたんですけど、なんか一つ興味のある作品があるっていうことをおっしゃっていただいたんですが、これかな。これは2017年に描いた太陽っていう作品なんですが、スプレーペイントと布に絵を描くためのTペンっていうファブリックペイントを使って描いています。2017年なので7年前ってことになりますね。もうすぐ8年前になるのかな。で、今日はクリスマス動画にしようと思うので、クリスマスの絵をこのテクニックで描いていきます。クリスマスカラーの赤を着てみたんですが、この寒いのに長袖のクリスマスカラーが見当たらないのでちょっと半袖で動画を撮っています。今日も天気が良いので外でスプレーペインティングをすることにします。クリスマスカラーを使おうと思うんですけど、最初にこの白を使います。普通の白と艶消し白なんですけど、どっちももうすぐ空っぽでちょっとしか入ってません。なのでちょっと塗るのが大変です。かなり塗りたくてボコボコになってますが、なんかいい感じですね。そこに別の色を塗ると色が混ざってなんか面白い感じになります。そしてこれはクリスマスカラーの赤と緑、これをスプレーしていきます。白にどんどん色を飲み込まれていきます。今度は蛍光レッドとライトグリーンを使います。次はフレッシュグリーンっていうこのちょっとミントグリーンみたいなやつを足していきます。いろいろな色を足してこんな感じで置いておこうと思います。天気がいいので乾くと思うんですけど、冬だからちょっと気温が低いので乾くのにちょっと時間がかかると思うんですけど、今は年末やることがいっぱいあります。なので違うことをしながらペイントが乾くのを待とうと思います。いろいろ別のことをやっていたら夕方になってしまいました。そしてスプレーペイントはもう乾いています。この表面はツルツルですそしてこの辺とか下に敷いていたシートが風でボワーンってかぶっちゃって、でこういうところにくっついてこんなになってしまいましたが、なんかそれもなんかいい感じでこんな感じになりました。さらにここにこの布用のファブリックペンで絵を描いていきます。さっき使ったスプレーはホームセンターとかで売っている普通のアクリルスプレーで、これは私が T シャツとか布製品に絵を描くときに使っているファブリックペンです。この画材は何だってよく聞かれるので、聞かれる前にお答えしますが、T ペンって検索すると出てきます。したらね、ちょっとここに絵を描いていきます。ちょっとクリスマスらしい絵を描いていきます。ちょっと筆も使って描いていきます。かなり厚塗りだからなかなか乾かないな、これ。もういいや。ちょっと水を混ぜて透明感っていうかスケスケにします。これはサンタクロースのお手伝いをするトムテっていう妖精を今描いています。
とてもシンプルなんですけど、このシンプルな感じをどういう感じに仕上げていこうかなっていうことにちょっと今頭を使っています。ちょっとこれ乾いてないんだけど、乾いてから足していったりとかしたいんだけど、この T ペンってなかなか乾かないんですね。それでドライヤーを使っても乾かない時は乾かないし、乾く時はドライヤーなんか使わなくても勝手に乾いたりして、なんか変わった画材です。で、このちょっと気温が低い冬の時期なんかはなかなか乾かないことが多いです。じゃあちょっと続きを書いていきます。なんか書くのに時間かかっちゃってる理由が、この下のスプレーペイントがちゃんと乾いてないんですよね。でも乾かなくてもいいんです。いいこと考えたぞ。これが布に描くときとは勝手が違って、布っていうのはペイントを吸い込むんですが、キャンバスはペイントを弾いちゃうので、こういう塗り方がなんかちょっと勝手が違いますが、平べったく厚塗りにすればこういう感じになるんですね。黄色にしよう。ちょっとこの目の部分が気に食わないのでどうにかしたいんだけど、こうしたらどうかな。これは乾くのを待った方がいいかもしれないですね。なんかもう嫌だからぐちゃぐちゃに混ぜちゃおう。なんかかえってこの方が良くなりました。もう完成に近づいているんですが、あとは乾いてからその乾いたところに重ね塗りするとか、そういった感じで仕上げていきたいと思います。この目のところはすごく重ね塗りしたいなと思ってるんですが、あとはこれはクリスマスの木、ポインセチアをイメージして赤と緑とって感じで描いてるんですけど、なんか色的にこんな感じであんまり目立たないんですよね。ちょっと今はこのシンプルな線がいいなとかって思ったりもするんですけど、どうなのかなってちょっと今わからなくなってきてるので、ちょっと時間を空けて絵を見るとまた違く見えたりもするので、時間を空けて仕上げていこうと思います。夜も遅くなり、さっき T ペンで描いたところも乾いています。そんでちょっとトムテを検索してみたら、帽子で目が隠れてでっかい鼻が出てるみたいなお人形の画像が結構出てきて、帽子もこの白い丸があったりなかったりって感じで決まってないのかもしれませんが、ちょっとこの辺サンタクロースと紛らわしいので、ちょっとこの辺を変えていこうと思います。ちょっとこの目の部分を全部隠すんじゃなくて少し覆ってみようと思います。あとここも黒くしちゃおう。こんな感じでいいかな。こんな感じにしよう。バッグが赤のところを蛍光ピンクで目立たせます。赤にするとサンタクロースになっちゃうから、グリーンでこんな感じにしてみようかな。いいじゃない、いい。そしたらここにちょっと赤を足そうかな。こんな感じでいいかな。目にちょっと赤を足すかな。これで統一させよう。ちょっと蛍光ピンクでちょっとこうやってぼかすことによってちょっと自然に見えるかな。枝をちょっと太くして、さっきは下のペイントが乾いてなくて描きづらかったんだけど、スプレーペイントが乾いてるので描きやすいですね。サインは白でしよう。どこにサインしようかな。ここら辺に描こう。ちょっとこっち側と統一性を持たせるために、こっちもちょっと蛍光ピンクをぼかして入れよう。いい感じだぞ。ちょっと帽子とか目の感じとかトムテとはちょっと違うのかなって感じなんですが、タイトルはクリスマスの妖精です。ちょっとこの靴のところ、ちょっとこれを入れて軽くこうやって筆で伸ばすと
っと靴底っぽいかなちょっと靴底っぽくしました。それでちょっと言うのが遅くなっちゃったんですが、メリークリスマス今回の動画はこのクリスマスの絵を描いたんですが、ちょっとこの7年前に描いた絵と同じ画材を使って7年前のこのテクニックで描こうと思ったんですが、なんとなく違う風に描いてしまいました。画材を持ってそして描くものを目の前にすると違うような描き方をして、だから作風って少しずつ変わっちゃうんですかね。まあどうでもいいんですけど、今日はクリスマスの妖精の絵を描いてみました。今週の金曜日は今年最後の動画となります。今年もあと残り1週間ほどとなりましたが、残りの2024年素晴らしいものにしましょう。そして来年もよろしくお願いいたします。でもまだ今年の動画あと1本残っているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ちょっと何の挨拶だかよくわからなくなってきたので、今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想なども教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。